これぐらいで入るだろうと思ってても、一応それよりねもう1サイズ1サイズ大きめの鉢あった方がいいですね。多分これね、ここわざと今下白いのにしたんですけど、水かけたら茶色いのがね見えてくるはずです。じゃあ実際かけますね。ちょっとこれぐらいで一回止めてみようかな。出てきましたね。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4004代目北谷隆一です。今回はですね、植え替えで失敗しないために知っておくべき6選ということで、はい、植え替えなかなかね作業自体はそんな難しくない、難しいかな、その準備が結構また大変でして、その道具の準備であったりどうやってやるかっていうね、心構え知識の準備であったり、そういうのも含めてね、はい、でその前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジン引き続きやっております。この動画の概要欄説明欄の方から見つけていただいてメールアドレス登録するだけで結構もう何十通も70通ぐらい来るかなが定期的に届いて、そちらでも勉強になると思うんで、そっちも見てみてくださいということで本題に戻ります。植え替えで失敗しないために知っておくべき6選ということで、いろいろ考えて6つぐらいあったなということで、細かく言ったらもっと6という数字がね、7、8、9となるかもわからんですけど、とりあえず6選ぐらいでというところで。はい、少しお時間ください。YouTube やメルマガでねたくさんお話ししてきたんですけども、初心者の方から最初どこから学べばいいかわからないというお声をよく聞きます。盆栽で一番大事なのはとにかく最初のね1年を枯らさないことだと思います。まずはねやっぱり水やりと置き場からでしっかりと管理を体系的に学べる、ウェブ講座を作りました。はい、で今盆栽枯らさない講座北谷隆一ウェブ版という名前でですね、通常3980円なんですけども、今発売記念キャンペーン中ということで半額の1990円で、発売させていただいております。詳しくはこの動画のね概要欄をご覧いただければ載っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。まず早速いきましょうかね。まず第一に道具や資材料をあらかじめ用意と、はい、あらかじめというところがですね、当然何かしよう思ったら先準備は当然なんですけど、根を切ってからそうやあれがないこれがないって言ったら切られた状態で切り口とかがね乾いたりしたらやっぱ良くないで、もうちゃんと準備は根を切る前、作業入る前ちゃんとしましょうと。特に根がねデリケートな部分なんで、これはもうあらかじめちゃんと準備と、後でまたこういうのがあればいいですよっていうのを、順を追って説明していきます。はい、では早速ね今ホワイトボードで説明したのを、実物の前、交えながら説明していきます。まずこちらがね赤玉ですね。用土の半分ぐらい占めていくことになりますかね。だいたい3ミリ前後ぐらいのサイズの大きすぎても小さすぎてもね使いづらかったりします。はい、それは盆栽の大きさに合わせてなんですけど、大体の盆栽は3ミリ前後が多いですね。よっぽど小さくない限り。はい、あと次これが底綱ですね。これも盆栽のサイズによってバラバラですけど、だいたい5ミリ前後ぐらいの粒のサイズを使っていくことになると思います。はい、でこちらこれ石の粒ですね。ちょっとうちで使ってるのグレーですけどこれがもう単なる石の粒ですね。ちょっと汚れ混ざってますけどね。はい、これ石の粒、もう川砂か山砂かって言ったらちょっと分かんないもう石の粒です。はい、でこういうのをこれね赤玉とその今の石の粒を混ぜただけのもの、大体ね石の粒がね2割以上入っとけばいいかなと思います。はい、で次これはねさっきの軽石のねよいしょちょっと小さい版、商品盆栽用の軽石、今からね植え替え実践するんですけど、それぐらいのサイズだったらこれが多分3ミリ前後だと思いますね。はい、ではね道具類いきます。これハサミですね。根っこを切るハサミ、これだったりこれだったり、
柔らかいとこだったらこれ切って硬い太いとこはこういうちょっとごっついハサミで。でこれもね新品しかなかったらもうそれしょうがないんですけど、根を切るとき砂も一緒に切っちゃうんで、ちょっと使い古しの方が刃こぼれしてもいいかみたいな感じでね使いやすいかなと思います。だからこれも根を切るようにしてるんですけど、根を削ったりとかね、こういうのもちょっと使い古しのやつをうちは使ってますね。新品だとちょっともったいないんで。はい。あと針金切りだったりとか、ペンチね、木と鉢を固定するときにしっかり縛る用の、ペンチ類。あとこの根っこを落とすにね、大きい盆栽だったらこういうちっちゃいのだと大変なんで、この大きい瓦を割る用のねこういうハンマーとかもおすすめですね。はい。あとちょっと削っていくような、はい、こういうので細かいところをやっていったりしますね。最終的にはハサミで整えたりはしますけど、はい。であと砂を入れた後につつく棒ですね。うちで使ってるこれどっから出てきたのかよくわからん鉄の棒だったり、これお箸だったり、これは盆栽用で買いましたね。シタンか黒炭か硬いやつ。これも僕がこれ竹で削って使った平たいちょっと幅のあるところに使う用の竹串みたいな、はい。あとちょっとね砂を掃除するとかでほうきとか、これどっちでもいいですけど、はい。これあれですね、鉢に設置する網ですね。わかりますかね、網。こんな感じ、3ミリぐらいなのかな、網の目は。100円ショップとかでも似たようなあると思いますけど、ホームセンターとかで売ってたら、はい。でそういう網を止めたりとか、木を固定する用の針金、ちょっと切って置いてるのをざっと今置いてますけど、いろんな太さがあるとその時々で使いやすいですね。はい。次第道具類、1番はこの辺りです。はい。2番目、はい、今入ってる鉢よりワンサイズ大きめの鉢を用意しておく。今何かしらに入ってると思うんですね、鉢に。で植え替える対象の鉢、これぐらいで入るだろうと思ってても、一応それよりねもう1サイズワンサイズ大きめの鉢あった方がいいですね。これぐらいだったら入るんじゃないかなと思って意外と入らないっていうことよくあるので、本当に、はい。なんでこれだったら絶対入るだろうっていうあたり、今入ってるのワンサイズね、一回り大きかったら大体入ると思うんでね、ワンサイズ大きめの鉢をこれも根を切る前に用意しておきましょうと。はい。次じゃあ2番ですね、ワンサイズ大きめの鉢を用意しておくと。今回ワンサイズ大きめの鉢となると、この今入ってる鉢から、大きめの鉢みたいな説明したんですけど、今回使うのがねちょっと素焼き鉢で、もうすでに大きめの鉢に入ってるんですが、本来だったらこれぐらいのサイズにね入ってるぐらいの木の大きさです。で、次も多分これに入ると思うんですけど、もしかしたら根のね状態によってはもう一つ大きい鉢でないと入らない場合があるかもしれないので、このもう一つこっちがワンサイズ大きい鉢、分かりますかね、大きさの差が。はいね、ちょっと重ねてみますね。これだけこの下に見えてる分だけ大きいという、深さもその分また深いんですけど、こんな感じ。背の高さもねここちょっと差がありますよね。これぐらいの差がある、一つ大きめの鉢を用意しておくといいですよという、これが2番です。でここまでは道具の準備みたいな感じなんですけど、ここから下は実際作業していく中での、知っておくべきところというところで、3番、根を切りすぎない。植え替え今入ってる鉢からスポッと抜いて、次の鉢に入れようと思ったらやっぱりね根を切らないと入らない場合がもうほとんどほぼ 100% なんですけど、その中であ
あんまり切らなければ切らないほど枯れにくいです。単純にね。で切りすぎたらやっぱり枯れやすいですね。根がだいぶ小さくなってね。だからそのほどほどが難しいんですけどね、次の鉢に入れるに対して。だからこの鉢に入れたいって言っても無理やり根を小さく切りすぎたらちょっとここで根を切りすぎたことによって枯れるっていうのが起こるかもしれんので、なるべくね無理はしないように、入れたい鉢があるのは山々ですけども無理はせずに、もう最悪もうワンサイズ大きい、ちょっと理想とは大きさが違うけど大きい方に入れるっていうのも大事かなと思います。はい、はい、ではね次3番目の根を切りすぎないに行くんですけども、今から実際に植え替え作業しながらそういうご説明に入っていこうと思います。もう素直に普通に植え替えする時の流れを追っていきますんで、まずこの鉢をね、これ今すでに網を設置できてます。こうやってね裏針金留めてね、こういうのを先にしときます。こんな感じでね置いておきます。で次こっちのワンサイズ大きい方も一応ね、やっぱりそっちだったって後でなるといけないんで設置しときます。この底の穴のね幅ギリギリのこういう形わかりますかね、こういう幅ギリギリの穴のね、で外側で差し込むと。でもう動かない。下手にするとグラグラします。はい、これもこの太さも大きくなるとね、留める針金もちょっと太い方が安定はしますね。ちょっと一回り太い針金を、穴に入るかっていうとこなんですけど多分入るでしょう。太い針金にした分若干入りにくいですね。でもその分よくは効きます。よいしょ。はい、でこういう状態であらかじめ作って置いておきます。はい、でちょっとこれ横をよけますね。じゃあこの植木鉢から木をね抜いていきます。多分これ針金で裏止まってないんでねそのまま抜けると思うんですけど、そうそう植え替えの判断、これ底穴がもう根がなんか網がちょっと奥に浮いてというかね、で根がもう出てきてますよね。これねこれぐらいになったらもう植え替えした方がいいですね。抜けた。よし、こんな感じでね、もう網をなんか飲み込んでいってるみたいなね。でもびっしり、雑草の根もびっしりですけど木の根もびっしりですね。はい、これを削り落とすか、こういうのでね手かぎで削り落としてみようかな。いい感じですね。もうこれもなんかこう熊手っぽいものとかね、こんな3本ついてなくても1本のでもいいんですけど、でこういう作業がやりにくい場合もあるんですよ。そういえばもうハサミで直接切っちゃう。だいたいこの根はね木から言うと外側、鉢の内側にこうね沿うようにねびっしり生えてくるんで、この外側切ってやると意外とあと簡単なんですよね。こういう作業なんでもう砂も一緒に切っちゃったりするんで、もう刃こぼれしてもいいようなね安いハサミの方が使いやすいですね。あんまり高級品ではこの作業しない方がいいです。ハサミのね、
でまあ軽く落としたらこれぐらい、もうこれぐらいの根で植え替えよう思ったらまあなかなか枯れませんね。かなり安全です。これぐらいだったらね、最後はこう鋭利な刃で根は切らないといけないんですけど、でとはいえね、多分これでは入らんかな。はい、これちょっとこんもりしすぎですね。はい、これぐらいで植えたら安全ではあるんで、安全策取りたい方はこう植えたい鉢を諦めてこういうふうにしたら、こっちだったら多分これでもちょっとそこは厚いかな。だいぶ安心に安心感を持って植えられますよね。でもまだまだこれ安全圏内なんで、この鉢に入るぐらいまで削っていきましょうと。一回入れてみるとこれ横幅はいけそうなんで、そこですよね、そこをちょっと薄くした方が良さそうな感じです。だからそういうところをこういうのでちょっと削ってやってね、で多分これが今3番の根を切りすぎないというところに注意しながらの作業です。はい、もうちょい切りたいかな。はい、ちなみにこの時に植え付け角度をこうしたいんだったら、例えばねこっちの方ばっかりもっと切るとかね。まだこれ鉢の厚さからいくとまだいけそうなんですけど、あんまり下を切りたくないなと思ったら上を削ってやるっていうのもありです。意外と上に余分なね泥だったり砂だったりねある場合あるんで、これね切ってないんですよね今ね。余分な用土を取ってるだけ、粘りを出してるとも言えますね。これで鉢の元鉢っていうんですけど、これを薄くしてる感じでね、これもやりすぎちゃダメですけど、これでどうだいぶなんかいい感じですね。ちょっと粘りが見えた方がね木にもいいんで、もうちょっと切りたいかな。この状態で植えるわけではないんで、ちょっと下に砂が入ってくるんでね、もうちょっと薄くしたいな。でももうこの幅ぐらいしかないんで、このねもう僕の第一関節ぐらいしか今幅がないんでね、こっから先は慎重にだんだんこう根をねいっぱい今切ってきましたけど、こういう作業を続ければ続けるほど、危険性は増していってます。この今横切り揃えてますけど、これもね無理に切り揃えるのは大事なんですけど、無理に短くはしない方がいいですね。でちょっと僕だけ見ますね。いけるかな。はい、今この状態で入ってます。でここに下底綱が来て、これぐらい持ち上がってもちょうどいいぐらいになるかなという感じで、これで植えていきます。これね、これぐらいだったら根を切りすぎてるとは言わない感じです。これ以上いったらちょっと切りすぎかなと。なんで3番の説明としてはこれぐらいまで、これ以上切ったら根を切りすぎなんでちょっとやめましょうと。まだいけるとは思うんですけど、安全策で行くならこれぐらいがいいかなと思います。で4番、
鉢と木は針金でしっかり固定すると。はい、植える鉢と木をね、鉢の方に針金を先設置するんですけど、で木が植わってから、設置してからしっかり針金で縛ると。で針金でギュッと縛ったら根が傷むんじゃないかっていうねお声もあるんですが、そこはもう別に全体縛るわけでないんで、もう2箇所ぐらいなもんなんで抑えられるのがね2箇所、せいぜい多くて4箇所かな。それぐらい縛られたって別に木そんなに大丈夫です。それよりかはグラグラする方が根の伸びる時にねぐらついて根が切れるとかあるんで、そっちの方が良くないと。だからしっかり固定すると。はい、じゃあ次はね木と鉢をねしっかり針金で固定するという話なんですけども、このままでは植えれないので、まずね底砂を入れていきます。さっき説明した日向ボラ土のちょっと細かいタイプ、粉がこういう粉ですね。これ粉後でね水でしっかり流さないといけないんですけど、はい、これで軽石で、これ排水性をね良くする砂ですね。で主溶土、赤玉と砂を混ぜたこれをちょっと上からかぶせます。はい、このほこりみたいな後でしっかり水で流しましょう。はい、これぐらい、あまりやりすぎると上に持ち上がっちゃうんでね。はい、であとは、木の正面、この木だとここが正面なんですけど、これに対してちょうどいい針金を止める場所を今ちょっと考えます。そうだな、この辺止めたらいいな。なるべく裏側で結んであげた方が目立たなくていいですね。はい、太い根の上で針金を止めたら効果的と。でこれをこうねグスグスっとちゃんといい植え付け角度になるように、あとしっかりその根の下に砂が入っていくようにがっちりで、ちょっと向きを見ないといけないんで僕だけ見ます。はい、そうだな。でこの前後左右傾きね、これも全部気をつけながら、横からも前からもしっかり見て、よしこれでいいでしょう。でちょっとねじって、でこの外に出てる針金ちょっと邪魔なんで先切っといていきますよ。これまだグラグラです。グラグラ。はい、これを引っ張ってねじる。引っ張って浮いたところをねじってまた地面につくように、それを何回か繰り返します。引っ張ってからねじる、引っ張ってねじると、引っ張ってねじる。これ引っ張ってがないとそこでばっかりねぐにゃ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 団子みたいな結び目になりますね。それはならないようにするために引っ張って浮いたところをねじって下げていく。はい、これちょっと難しいですけど、これめっちゃ大事ですね。だったら木がもうさっきグラグラしてたのが全然ね揺れません。はい、これぐらい止めたら OK です。はい、で最後ちょっと手に当たらんとようにねちょっと隠して、はい、でこれが木と鉢を針金でしっかり固定するという4番目ですね。はい、で5番目、用土は棒などでしっかりつついて隙間を作らない。植木鉢に砂入れて、で木と、鉢をしっかり針金で固定して、でその隙間に今度用土入れていくんですけど、用土入れただけではねちょっと隙間が空いてます、ある程度で。そういうとこ棒などでね、砂をつつける棒、例えばお箸だったりとか、鉄の棒でもいいですし、なんかその隙間にあった、平たいヘラみたいなんでもいいかもわからんですし、それはもう何でもいいです。これって決まっているわけじゃないです。自作で竹で削って作るでもね何でもいいです。でそういう棒などでしっかりつついて隙間を作らない。結構これねちょっとやっただけでは隙間残ってるケースが多いんで、これしっかりでこの空いてるところにねどんどん砂を入れていきますね。こうね空いてるところに、
ちょっと多めに入れましょうね。こんもりするぐらい最初入れてみましょう。はい、これ結構ねこんもり入ってますけど、これだけじゃ中がスカスカまではいかないにしても隙間がまだまだあると。これを棒などでつついて隙間を埋めていきます。これ5番目の話ですね。はい、こういういろんな盆栽用の道具とかもありますけど、お箸ちょっと細すぎるかな、これぐらいのね鉛筆ぐらいのでこうザクザクと、たまにはこうついてからこうぐらぐらとね左右に揺らしてとかしても入りやすいです。この木に関してはすごい単純な根してるんで、そんなにすごく続かなくてもいいんですけど、中にはね根の形がね結構複雑な木もありますんで、そういう時はもうしっかりとね隙間につついて入れていくと。で最後は手で軽く押さえて、さっきこんもり入れてたのが多少こぼれましたけど、ちょっと中に沈みましたね。多少ですけどね。今回根が単純なのでこのつつく作業はあんまり効果はないですけど、しないというのは良くないです。ある程度やっぱつついた方がいいですね。はい、でそうこう言ってるうちに植え付けが作業はもう終わっちゃったんですね。はい、これもうとにかく小さい盆栽なんかもう簡単ですね。もうちょびっとの要領でね、もう片手で持ってできますしね。はい、とりあえずこれで植え付けだけは完成です。はい、5番までは終わりました。で最後6、植え付け後は用土の汚れを取るためにしっかりと水を通すと。でしっかり砂をつついてね、もう用土もしっかり張りましたと。でその後に水をかけるんですけど、当然砂が乾いてるからその湿り気を与えるための水でもあるんですが、用土にはね細かいねほこりだったり塵だったり、そのちょっと泥っぽい、細かい粒子というかね、そういうのが単純に言うと汚れがついてます。それを水でしっかりと洗い流す。普段の水やりよりかはもうはるかに多い量で、もうとにかくもうできたらもう一粒一粒もうきれいにね、もう汚れがないぐらいが本当は理想ですけど、そうはなかなかいかないんですけど、そのうちね水やりしてる間でだんだん取れてはいくんですけど、最初しっかりね抜いてやらないとなんかその部分で固まってね、泥が固まって普段の水入れで取れないみたいなるかもしれないので、最初特に用土汚れをしっかり取ると、そういう水やりをしてで完了と。はい、これが植え替えで失敗しないために知っておくべき6選ということで今回、6つね選んでみました。であとは実際に今日ちょっと小さめの盆栽で簡単な盆栽ではありますけど、それをしながら植え替えしながら改めて説明していけたらなと思います。では今から実践に移ります。多分これね、ここわざと今下白いのにしたんですけど、水かけたら茶色いのがね見えてくるはずです。じゃあ実際かけますね。ちょっとこれぐらいで一回止めてみようかな。出てきましたね。これがね砂の中に入ってた汚れですね。はい、これが出てこなくなるまでかけ続けます。これも砂こぼれないように本当はねもうちょっと遠くから優しくなんですけど、よしどうだ、まだ出るか、まだ出るな。でもだいぶ最初のねドロドロっとしたようなからは変わってきましたね。はい、これぐらいまでいったらあとは普段の水やりでねどんどんまた流れていくと思います。ちょっとせっかくなんでもっとバーッとしばらくやってみますね。あら水が本来ならふわっとね用土がこぼれないように優しくね
優しい水でしっかりかけるのがいいです。今砂こぼれないですよね。最初ちょっと近くで強い水圧やりすぎたんで、はい、これだけかけたらもうちょっと出てるまあでもこれぐらいならもういいですね。最初にドロドロがなくなったんで、はい、これぐらいかければ、汚れはしっかり取れたと言えます。はい、普段の水やりよりかはもう確実に多いですよね。はい、こんな感じで最後かけて、もう本当にこれで完了です。はい、じゃあ今日はね植え替えにしておくべき、6選やりましたけども、ちょっとおさらいしましょうかね。最初が、道具資材類をあらかじめ用意しておくと。で2番目が、今入っている鉢より、ワンサイズ大きめの鉢を用意しておく。で3番目が根を切りすぎない。で4番目が鉢と木を針金でしっかり固定する。で5番目は砂をねちゃんと棒などでつついて隙間をなく作業をちゃんとすると。で6番目水をしっかり通して、汚れを取ると。さっきしっかり汚れ出ましたよね。であれが出なくなるまでしっかりかけましょうと。はい、これが最初にね、知っておくべき6選として、これを知った上で植え替え作業に入られたらそう簡単に失敗しないと思います。もっとその手前で言うと、植え替えできるかどうか、その木の元気さ、その判断はまた別にあるんですけど、植え替えやるとしたら今回6つを覚えてもらってたらまず早々失敗はしません。はい、なので今回のをね見ながら皆さんも植え替えチャレンジしてみてください。では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。